ハローワールド漫画先輩です。よし、今日もやっていこう。さあ、じゃあ妹、今日は質問が来ているそうじゃないか。言ってみてくれ。 How do you manga layout complex environment like busy city scene or forest? So many details got confused. なんか言ってくれなくてよかった。何を言ってるか全然分からなかったよ。どのようにして漫画家は都会や森などの複雑な背景を描くのでしょうか。描くものがいっぱいあって混乱します。なるほど。都会や森などの複雑なものをどうやって描くかだね。そう、それをやっていこうじゃないか。前回場面転換の話をしたよね。いわゆるバテンですよ。みんなバテンには慣れたか？そんな話した？バテンしてない。これはですね、場面転換ですよね。バーテンと呼ぶですよ。で、場面転換のページだったら、まず背景を入れて、場所と時間だね、プレイス&タイムをね、この辺に感じさせる背景をね、バックグラウンド形を書くわけですよ。さあ、それでここにじゃあね、サラサラサラっと複雑なものをどうやって書いていけばいいのっていうね、ことなんだけど、複雑。諦めよう。で、まずね、漫画の描き方とか建物の描き方とかを見ると、消失点、バニッシングポイントとかね、アイレベルとかね、なんかいろいろ出てくるですよ。でもこれをいきなり最初から意識してですね、なんかこう消失点がうんぬんだからなんかうんぬんでこうなってこうなってとか言って書くとですね、書けない難しすぎるね。それはなんで難しいかっていうと、すごく製図的になっちゃうんだよね。製図的に書くとバニッシングポイントとか書いて、先にこういう風にやってっていうと、なんかこんなエゴなんですね、街並みが出来上がるわけですよ。そんな風に本物の街ってなってるかねというですね、 3D モデル置きましたみたいなですね、こういう状況になるんですよね。これすごく製図的、作図的と言ってもいいですかね。作図的ですね。そうですね。これ何ですかね。わかんないですね。わかんないですよね。ノーリアルなんですよ。で、なんでノーリアルになっちゃうかっていうと、そもそも街なんてまっすぐになってない。これってどうなってるかっていうと、真上から見たらバードビューすると、バードビューじゃねえ、さらにその上、宇宙ビューすると、この街こんな風に整然とさ並んでることになるよね、ビルディングが。で、そんな街ってないじゃない。道はこう曲がってたりするし、その上起伏もあるよね、街ってね。平らなところに立ってるわけじゃないから、それをそのままこうやるとおかしくなっちゃう。じゃあ平らなところに立ってない道もくねくねしているっていう街を描くときに、Where is Vanishing Pointとかやってるとですね、そこから入ると全然描けなくなっちゃう。じゃあまずどうしたらいいかというと、まずはラフを描くのが大事で、ジャパニーズラフなんで笑ってるやめて英語のスペル書くのかと思ったら違ったそうだね、英語のスペル的にはどういうんですか、これは。恥ずかしいよそうですよね、これあれですよね、ドラフトですよね。ラフスケッチだよね。ラフスケッチのことをジャパニーズラフっていう、当たりとも言うよね。これは何かというと、大体こんなところに来るであろうなという見当のことですね。で、その時に考えるのが、だからまずは絵として見た時に、あんまりそのバニッシングポイントとかノー意識、あんまり意識せず、ここら辺にこんな塊来てほしいなみたいな、ボリューム、こんなところにボリューミングがこうあってくれるといいよなみたいな感じで、もうまずざっくりと自分の中のイメージをこの画面上にイメージングに入れていく、投入していく、インナーイメージングですよ。自分のアイディアビルディングを。で、その後に、これをやった後に、こういうバニッシングポイントとか意識していくんだけど、その前に、じゃあまずこのラフ当たりをどういう風なね、気持ちでこれ入れるのと。ラフ当たりを入れるときに、じゃあ建物入れようみたいなときにですね、こうやって建物入れて、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 これでもいいんだけど、こういう風にやってしまうとですね、もうひたすらこう空間埋まっちゃうし、これだと画面全体の密度をひたすら上げていくことができちゃうのね。密度を上げる、前も出たなこれ、デンシティ、ディティールがね、いくらでもマキシマムディティールなんですよ、エンドレスディティール、いくらでも細かく書いてしまうということですね。いくらでも細かく書いてしまうみたいなその通りよ。で、これだと困っちゃう。じゃあまず何をここにイメージしてラフを入れたかというと、多分これは僕が無意識的に意識しているのは、何を言ってるの大丈夫かそれは多分
これだともう近いものと中くらいの距離のものと円形の距離にあるものだと思う。ニアミドル、ロングいけた意外とという近いもの、中くらいのもの、ロングのものっていうのを分けて考えてるんだと。なのでまず近いところを書いて、近いところにこういう塊があって、中くらいのところにはこれぐらいにあって、遠くにはまあいっぱいあるな、ロングビューにはこういっぱいあるなみたいな感じで、まず手前と中くらいとロングっていうのに分けて考えてあげれば、なんかこういうことにはならない。全部いくらでもディティールアップみたいなできるような状況にはならない。で、まずそうやって配置してあげることと、プラスジャパニーズ抜け感、これが大事ですよね。抜け感ってわかりますか？ジャパンでも聞いたことない人多いかもしれない。写真撮るカメラマンの人よく言う抜け感あっていいね。抜け感、これは抜けていくというのは、この言葉英語で言うの最高に難しいな。これまず抜けるというのは通り過ぎるという意味です。通り過ぎるフィーリング、つまり多分ここで言うと、ここら辺に抜け感を感じるんです。遠くにこう開いていく抜け感ですよ。抜け感ですよって言われても空間の直立、直線、ストレートスペース、フィーリング変えていいかもしれない。ここら辺に持たせるんだったら、雲とかこう描いて飛行線があって、で遠くになった時にここら辺ちょっと開けておく。こういう向こうまで続いている感、オーバーグラウンドフィーリング。何言ってんの？はい、じゃあ今さんこれなんていうの？わかんないですね。そうそう、日本語でもわからない。奥行きとは違うもの？奥行き、そう、奥行きと近いけどさらに抜けている。屋内とかだと違うわけですよね。屋内だと作るのが難しいけど、屋内でもできる。これだとそう、室内の時どうするのってみんな思っちゃうと思うんだけど、例えばインナールームでも手前にあってベッドがこうあってってなった時に、ここら辺に抜け感を感じ始めませんか？でこうなってこういう風になってたような、こうなった時にですね、ここら辺に今抜け感はあると思うのね。ここに例えば手前に植木鉢を置いちゃうと、これノー抜け感にある。ここら辺に抜け感があるな例えばここに上からベッドに天蓋がついてるやつとかあるよね。ないけどあったりするとどんどん減ってっちゃうとは言いながら、今ね僕できちゃったと思うんだよな。これなんでかっていうと、構造を取る時にもう僕は慣れちゃってるから、ついつい奥行きがある構造を取れてしまっているんだよね。だからもう発生してしまうんだよ勝手に。だから逆に抜け感をなくすのが難しくなっていて、奥行きのある開放感みたいな、その通りだ。そういうことですよね。そう、奥行きのある開放感、その通りだから。本当はもっと言うんだったら、やっぱここが全面ガラスの窓になってて、遠くに雲とかあってとかだとより抜け感を感じるかもしれない。いや、画面が埋まるかな。そう、画面が埋まった感じがしてくると抜け感って逆になくなっちゃうのに、遠くまでストレートナイスフィーリングがあるっていうことが抜け感として大事なんだ。その抜け感を意識してもらうことによってノーディティールアップになることができる。ここら辺だから開けておこうみたいな気持ちになれるから、ここら辺を開けておいて、じゃあどこをディティールアップするかっていうと、手前だよね。ニアリングのところをどんどんディティールアップしていくとか、中くらいとか奥に行くにつれて、これは手を抜いていく。ジャパニーズワードは難しいよね。また出てきたもんね、僕ね。まあよりシンプルディティールにしていって OK。で、逆にやっぱりこういうところに細かく書いていく。具体的には線を増やしていく。線を増やすことによって何をやってるかっていうと、これディティールアップっていうのはね、素材感とかだね、テクスチャーフィーリングとかを加えていったり、あとやっぱり細かい陰影とかリトルライト&シャドウを書き込んでいったりとか、細かく見えてくるシェイプを入れていくんだよ。だから遠くのタワーとかは、ロングタワーとかも本当簡素な、もうそれこそオンリーシルエットでも全然見れちゃったりする。ここら辺まで全部ディティールアップしようとすると、ちょっと画面的に苦しくなっていく。ヘビーイメージングになっていくよ。疲れてきたっていうのをかなくてはいけない。そう、タイヤドになる。さあ、でここまでができた段階で、こっからだよ。こっから作図、製図的な感じ。この後にね、ここら辺の角度、自分で描いたラフアングルから、じゃあここら辺にバニッシングポイントあるんだなみたいな感じで導いて、あとはこの線をきれいにしていく。で、バニッシングポイントを取るときに、つまりさっきも言ったけど、ビルの傾きとか地面の起伏があるので、それを考えるとですね、もう一個ずつこのビルのバニッシングポイントっていうのは全然違うんだよね。例えばここの建物はここに集中するし、ここの建物はここに集中するしみたいな感じで、バニッシングポイント何個も取ってあげるのがポイントだね。でそれでメニューバニッシングポイントで
揃えていくといいよ。ここにこうやって出るんだったら反対側にもこっちには出るよね。でそれもじゃあバニッシングポイントどこなのって思っちゃうじゃない。もう大体自分のラフ描いた角度ぐらいで自然に見えるところであれば大体 OK。 その大体さ加減ってやっぱり大事で、こっち側はどうなのって言ったら多分ここら辺にあります。でなぜ大体でいいかというとですね、これ正確に撮ろうとするとやっぱりすごく大変になっちゃうので、まず大体でいいってことと、それからあとはまあただビルで言うと高低差はあれど斜めに立ってることはそんなにないので、こういう風に大体全部の建物こう上向きにこうやって立ってるので、それを考えればバニッシングポイントの横の移動はあれど縦の移動はそんなにないと思ってもらっていい。縦の移動があるとどういうことになるかというと、こうやって傾いてることになってるからね。縦があるときはどういうときかっていうと、坂道ですね。坂道、スロープ。合ってはいないです。SLOPE スロープ。スロープがある時だけは、じゃあここにね、この先に丘があってヒルがあって、そこに坂があるよみたいな時だけは、ここにあったバニッシングポイントがちょっと上に上がります。坂道の時とか天に続く階段が急に現れた時にはバニッシングポイントが上がっていくよ。でもそれ以外の時には大体もう横で同じだ。雲もそう。雲もなんとなくこういう流れでここら辺に絵的にまとまるかもしれない。イメージングナイスっていう感じでどうかな。質問タイム。近景、中景、円形の違いがわからないので色分けしてもらえませんか。2色しかないけどこれ近景ニアで、中景がブラック。ここら辺にあるビルディングは中景な。でここら辺の気球とかも緑。そして遠くにあるこういう建物とか、ここら辺がロングという感じだね。雲は円形なんですか。雲はね、そうだね、雲はね2種類あるかな。クラウドはこういうやつ、遠くにあるやつは円形だよね。なんだけどこういう中くらいの位置にある雲もある。ここはボトムを意識するといいかもしれない。ボトム面そこを意識してあげると中くらいのクラウドはいいかもしれない。そこが影になるっていうことで良いですか。そういうことですね。よろしいでございましょうか。まとめると、まず背景を描くときはニア、ミドル、ロングを意識。そして書き込むときは手前側からディティールアップはニアリング。そしてまずはでもそもそも製造する前にステッドラする前にラフスケッチを書いていく。その後から製図するといいんだよ。まずラフを書いて、その時に抜け感を意識しつつラフを書いて、かつ近景、中景、円形を意識しつつラフを書いて、良い感じのものができたらそこから製図。全部言ってくれた。その通り、抜け感の話しっかり忘れてた。で、製図の時というか仕上げていく時は近いところをディテール密度を高めにし、そのところは抜いていくと。3期目も全部言ってくれた。漫画先輩そうタイヤだ。お前のまとめじゃわからん。血管みんな意識してみようね。じゃあ。さあ、じゃあね、画面右下にいいねボタンがあるのでお願いします。登録ボタン、画面下にも赤いスマートフォンボタンがあると思うので登録お願いします。あとは Patreon もぜひ待ってます。Patreon に支援いただくと英語版のネームが出来上がるスクールをお届けできると思ってます。ネームが出来上がるスクールは何かというと、僕が東京の新宿でやっている、それが分かるとジャパニーズ漫画が1本ストーリーが3日間で出来上がってしまうというスクール。ジャパン大人気。これ漫画先輩では割とお前はふざけたことばっかり言ってると思うかもしれないけど、本物はちゃんとしてる。ご期待ください。じゃあまたね。信用が大丈夫なんだろうか。